こんにちは。闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。隠密プレイって楽しいですよね。敵に見つからずに一方的に攻撃できますし、パークのおかげでとんでもないダメージが出るので、大抵の敵は一撃で倒すことが可能です。しかしダガーを強化する手段は限られているので、難易度レジェンダリーでは一撃では倒せない敵も出てくるようになります。隠密プレイは敵に見つからないことが前提なので、一撃で倒せないと途端に苦しくなってしまいます。ダガーを単装強化するという方法もありますが、様々な能力を駆使すれば単装なしでも最強の敵を一撃で倒すことが可能です。というわけで今回はスニークアタックをとことん極めたビルド、脳筋暗殺者の作り方を紹介します。まずは種族ですが、多くの女性にします。強戦士の怒りはスニークアタックにも有効なので、ここぞという場面で使えばさらにダメージを跳ね上げられます。名前は、切って殺すのでキルちゃんにしました。それではヘルゲンを脱出します。敵は無視して駆け抜けますが、檻の中の魔術師の装備と回復薬はなるべく回収していきます。ヘルゲンを脱出したら、西の崖の方に向かうと、タロス像の前に死体が散らばってる場所に出るので、サルモールの死体から装備を回収しておきます。その後は魔術師の石碑をセットしてから、リバーウッドへ向かいます。リバーウッドトレーダーでこれまでの戦利品を売却したら、アルボアから紅玉のインゴット1つと、革4つを購入して、冒険者のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使うことなく装備できるので、デメリットなしでスタミナと所持重量を強化することが可能です。次はホワイトランから馬車でウィンドヘルムに移動して、そこからさらに南西に進んで、マーラの目の池に向かいます。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらすぐそばのコウシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのままコウシュの間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。これはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で冒険者のバックパックを付け直してみます。するとスタミナと所持重量が血虫の兜によって強化されました。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識として海外では知らない人はいないらしいですね。それはさすがに無理があるよ。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいのでリフテンに移動して、商人にこれまでの戦利品を売却します。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。売却が終わったら宮廷魔術師のウィランドリアから、聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、回復呪文の消費を 25% 軽減できます。それではウィンターホールドまで移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋で休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを受けます。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあるのですが、目当てのバフが発生しなかったらロードして調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これはマジカの最大値を増加する効果に見えるのですが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、密店に入って、ドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、一度密店から出て、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまた密店に戻って、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。これで魔術スキル化石は終了です。ちなみに編成スキルには魔法耐性というパークがあって、これはどんなビルドでも取っておいた方がいいのですが、敵に見つかったら終わりの方が隠密ビルドの面白さが引き立つので、今回は編成スキルは鍛えないことにします。
次は隠密スキルを鍛えたいので盗賊の石碑をセットして、馬屋から1000ゴールドで馬を買います。宿屋で夜まで休んで休息ボーナスを得たら、馬を壁際に配置して、両手に適当なダガーを装備して、背後からスニークアタックを連発して隠密スキルを鍛えます。2000尾の馬は感知能力が低いゆえに吸血鬼の隠密ボーナスもあるので攻撃を当てても気づかれません。連続でスニークアタックを当てられ続けるのでものすごい勢いで隠密スキルが上がっていきます。というわけで隠密スキルを100まで上げました。次は片手武器スキルを鍛えたいので準備のために移動手段を取りに行きます。アルケイナウムでカウンターの上のメモを読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東で一角獣を捕まえるクエストで、しばらく乗り続けていれば自分の馬として飼いならせます。そうしたら馬車でマルカルスに移動して、街道を北に進んで、ブラインドクリフ洞窟に着いたら、対岸の崖を登って、フォースカルの監視所に向かいます。吸血鬼専用パワーの暗影の包容を発動して、隠密状態で接近します。遺跡の中にエイゴーンとオレンという山賊の死体があるので、装備を剥ぎ取ったらすぐに崖を降りてその場を離れます。これで序盤にしては攻撃力が高い片手武器が2本手に入りました。そうしたら戦士の石碑をセットして、クルセイダーの剣とメイスを装備して、一角獣を攻撃して片手武器スキルを鍛えます。片手武器スキルが30まで上がったら一旦レベルを上げます。今回のビルドはスタミナも重要なのでステータスの上昇はスタミナに5つほど振り分けて、残りを体力に振り分けます。それでは血虫の兜をかぶってからパークを取得します。最初に回復パークの聖職者を取得してから、片手武器パークの2連疾風ランク1を取得します。2連疾風は聖職者と血虫の兜で強化可能なので、両方を揃えた状態で取得すると二刀流の攻撃速度がとんでもなく速くなります。ちなみに事前に野菜スープを飲んでおけばスタミナが切れることがないので、両手パワーアタックを連発できるようになってスキル稼ぎの効率を上げられます。片手武器スキルが50まで上がったら、2連疾風ランク2を取得して、さらに攻撃速度を上げてスキル稼ぎの効率を上げていきます。というわけで片手武器スキルを70まで上げました。それでは片手武器パークの2連猛撃、アームズマンランク4、戦闘の構え、強烈な攻撃、隠密パークの暗殺者の刃、影の戦士、あとは忍術を取れるだけ取っておきます。現在のステータスで鋼鉄のダガーでスニークアタックを仕掛けても45ダメージにしかなりません。ところが左手に適当な武器を持って立ち止まった状態でのパワーアタックを仕掛けると170までダメージが上がりました。2連猛撃は両手に武器を持ってれば片手でのパワーアタックも強化されるので強烈な攻撃と合わせてここまでダメージが跳ね上がったわけです。とはいえこれでもまだ一撃で倒せるのは低ランクの敵だけなので、ここからさらにスニークアタックを強化していく必要があります。まずは大守護石からイリナルタ湖を西に泳いで、宿女の石碑に着いたら、血虫の兜をかぶった状態でセットします。本来の効果は体力とスタミナの回復速度プラス 25% ですが、これは聖職者と血虫の兜で強化可能です。今回のビルドでは隠密ボーナスのために吸血鬼は直さずに置くので、日中の自動回復停止を補うためにこれをつけておきます。その後はリフテンのオナーホール孤児院でグレロットを殺害して、闇の一棟に入ります。入ってすぐの部屋の棚に暗殺者のローブ一式が置いてあるので入手します。隠密上昇効果のある暗殺者のフードも有用ですが、特に重要なのが暗殺者のバンテージです。片手武器のスニークアタックのダメージが2倍になるので、暗殺者の刃と合わせて30倍ダメージを出すことが可能になります。ナジルから暗殺の依頼を受けるだけ受けておいて、次はお金稼ぎに向かいます。馬車でモーサルに移動して、そこから少し東に進むと、ミルウォッチに到着します。入り口前の魔法陣に火炎を当てると、鍵が開いて自宅として使えるようになります。入ってすぐの広間の展示箱に壁水晶のダガーが落ちてるので回収して、その他の金目のものも回収してから外に出ます。ソリチュードで物乞いに1ゴールド渡して、ゼニタールの祝福を得て、クルセイダーの兜をかぶって交渉上昇ボーナスを揃えたら、殴りリロードを繰り返して集めた戦利品を売却します。それが済んだらレディアント装具店で、忍びの首飾り U と、忍びの指輪 U を購入します。血虫の兜をかぶった状態でこれらを装備すれば、隠密能力に関しては十分と言っていいほど強化されました。
次は最強のダガーを入手するためリフテン水産まで移動して、釣りのクエストラインを開始します。まずはビリアに話しかけて、ピンチになったらのクエストを開始します。これは指定された場所でマッドクラブの妖精を捕まえるだけなので簡単なのですが、次のクエストからは特定の魚を釣り上げる必要があります。はっきりとした頭で要求されるガラスフィッシュはリフテン水産そばの釣り場で釣り上げることができるのですが、この釣りというコンテンツには重大な欠点があります。それは、とんでもなく人によって大いに好みが分かれるということです。ガラスフィッシュは釣り以外で入手するのが面倒なので仕方なく釣りましたが、釣り以外で入手できる魚については極力釣らずにクエストを進めることにします。次のクエストでは金魚を要求されますが、金魚はマーラの目の池で泳いでるので、後のクエストで使う分も含めて3匹とも捕まえておきます。その次の無効試合のクエストでは、モーサルのブルティウスから釣り勝負を持ちかけられるのですが、実際には戦闘になるので隠密状態でブルティウスの到着を待って、スニークアタックでサクッと倒してしまいます。同時に山賊略奪団も2体現れるので、スニークアタックで倒したら、死体を調べて装備を確認します。ここで現れる山賊略奪団は放浪者のローブを着ているのですが、このローブはランダムで付授されていることがあります。出現前にセーブしておいて何度かロードすれば、そのうち放浪者の忍びのブーツ台が手に入ります。これは衣服タイプとしては珍しい付属付きのブーツで、暗殺者の靴はおとなしの歩みと効果が被るのでこちらに履き替えておきます。ウォーロックの指輪を釣り上げてクエストを完了させたら、次は甲殻類駆除のクエストが開始します。ドーンスター西の海岸で大量の興奮したマッドクラブを倒すクエストで、壁水晶のダガーのパワーアタックなら一撃で倒していけます。というわけでマッドクラブを全滅させたら、ビリアに報告して、アリクルの釣り竿を入手します。これは小型の魚を釣り上げる確率を上げる効果があり、もう一つの釣りクエストラインを進めるのに必須の装備となっています。条件が整ったのでリフテン水産で深海を泳ぐ者に話しかけて、今日の獲物のクエストを開始します。深海を泳ぐ者からのクエストは単純に指定された魚を集めるだけのものです。ガラスフィッシュはまたリフテン水産そばの釣り場で釣り上げますが、アリクルの釣り竿を使えば多少は釣れる確率を上げられます。恋はホワイトランのドラゴン釣り1枚の池の中、ボグフィッシュはマルカルス前の川で捕まえられます。金魚はすでに捕まえたものがあるのでこれで最初のクエストは完了です。次に開始される雨に降られてのクエストでは、魚の他に幸運の釣りの帽子を釣り上げる必要があるので、ゲイルムンドの真付近の釣り場へ向かいます。目の前の池にナマズが泳いでるので捕まえてから、幸運の釣りの帽子を釣り上げます。次はファルクリース南東の先人の湿地に向かって、池の中でスペードフィッシュとピグミーサンフィッシュを捕まえます。さらにここにはエンゼルフィッシュもいるので後のクエストに備えて捕まえておきます。あとはソリチュード灯台南の浅瀬でパールフィッシュを捕まえれば、2つ目のクエストも完了となります。次は凍った魚のクエストが開始して寒冷地方の魚を集めることになります。北極グレーリングはブロンズウォーター洞窟前の板の上、そのまま池に潜ればタラを捕まえられます。ウィンターホールドとローンスターの間の船のアイコン付近の氷の上から海胆の薬を飲んで、ひたすら真下に潜っていくと、へこんだ岩の内側でアンコウが見つかります。背後の海藻の中にアンコウの妖精がいるので捕まえて、沈没船付近に北極イワナがいるので捕まえます。これで3つ目のクエストも完了しました。次の真っ暗な深海ではダンジョン内で取れる魚を集めます。マルカルス東のリーチウォーターロックに入って、池の中のダイヤフィッシュとトライポッドスパイダーフィッシュを捕まえます。そのまま洞窟内で釣りをして、ガラスナマズとヴァンパイアフィッシュを釣り上げます。これで4つ目のクエストも完了したので、ようやく最後の釣りクエストとなる釣りの伝説が開始しました。低確率でしか釣れないレア魚を4匹も要求されるかなり面倒なクエストです。リラテイルアンティラスはファルクリース北西のエバーグリーンの森で、スコーピオンフィッシュはダークフォール洞窟入ってすぐの池の中で捕まえられます。アンコウとエンゼルフィッシュはすでに捕獲済みなのでこれらを渡せば、釣りの伝説のクエストが完了して、ハイネクトゥナメットの牙が手に入ります。これは全てのダガーの中で最も攻撃力が高い最強のダガーで、手間はかかりましたがこれでスニークアタックのダメージをさらに強化することができました。ここからは中断してた闇の一等クエストの続きを再開します。
現在のステータスなら問題なくクエストをこなせるので、乱心の治療までクエストを進めます。シセロを追いかけてローンスターの聖域を攻略することになりますが、敵は全てハイネクトゥナメットの牙でのスニークアタックで倒せるので苦戦することはありません。というわけでシセロの元までたどり着いたら、倒してから死体を調べて、シセロの服一式を入手します。消音は必要ないので靴以外を付け替えて、さらに隠密能力を上げることができました。ちなみに入ってすぐの机の上に道化の服というシセロの服の介護官が落ちてるので、シセロを殺したくない場合はこちらで妥協するのもありだと思います。そのまましばらく闇の一等クエストを進めて、アストリッドにとどめを刺す場面まで来たら、傍らに落ちてる普通の探検を入手します。ハイネクトゥナメットの牙には及ばないものの、これも最高クラスの攻撃力を持つダガーです。これで欲しいものは手に入ったので闇の一等クエストを進めるのはここまでにします。現在最強の攻撃手段は二刀流でのハイネクトゥナメットの牙による静止パワーアタックなので、左手の武器は二刀流の条件を満たしていれば何でもいいのですが、実は普通の探検には他のダガーにはない唯一の強みが存在します。現在2連疾風を聖職者と血虫の兜で強化してる状態なので、攻撃速度が上がりすぎてパワーアタックの前に通常攻撃が発生するようになっています。両手にダガーを持って両手パワーアタックを使用すると、まず通常の両手攻撃が発生して、その後に両手パワーアタックが発動します。ところが左手に普通の探検を装備した場合は、この最初の通常攻撃もパワーアタック扱いになります。これは攻撃速度が特定の値だと起こる現象なのですが、普通の探検は通常のダガーより攻撃速度が遅いのでちょうどその条件を満たせるというわけです。このパワーアタックは発動が早いので動いてる相手にも当てやすいですし、武器をしまえば残りのモーションがキャンセルされるのでテンポよく敵を倒していくことが可能です。敵の体力が高い場合はそのままパワーアタックに移行すればいいので、いろいろな面で通常のパワーアタックより使いやすくなっています。普通の探検を左手に持っての両手パワーアタックこそが最強のスニークアタックである。これが令和のスカイリムの新常識になるのも時間の問題ですね。何でも常識にしようとするな。装備は全て揃ったので残りの隠密ボーナスを取りに行きます。ウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、レイブンロックからひたすら北に進むと、ホワイトリッジの墓場に到着します。内部では特殊な雲や山賊が出現しますが、両手パワーアタックで一撃で倒していくことが可能です。ボスも見つからずに一方的に倒せるので、死体から出口の鍵を取ったら、言葉の壁の間で黒の書を読んで、血色の悪い節制を攻略します。ここでは暗闇にいるとダメージを受けてしまいますが、松明を持ってれば防げるので松明を持ったまま隠密で通り抜けます。試しにルーカーにちょっかいをかけてみましたが、両手パワーアタックの1段目で倒せるくらいには攻撃力が上がってました。ちなみに片手でのパワーアタックの場合は2手必要になるのでやっぱり両手パワーアタックの方が使い勝手がいいです。左右の黒の書までたどり着いたら影の探求者の能力を得ます。これは忍術スキルを 10% 強化する効果があり、隠密能力をさらに上げられます。ちなみに戦闘スキルを 10% 強化できる力の探求者ですが、これは数少ないダガーの攻撃力を上げる手段の一つです。しかし攻撃力はすでに十分上がってますし、隠密ビルドは見つからないことが重要なので影の探求者をつけておきます。これで脳筋暗殺者の基礎は完成です。片手武器スキルを上げればさらにダメージを上げることができますが、現時点でも強戦士の怒りを発動すれば、カースターグを一撃で倒せるくらいの攻撃力があるのでこれ以上鍛える意味はあまりありません。ちなみにここまで隠密スキルを強化しても見つかるときはあっさり見つかってしまいます。一瞬立ち上がってからしゃがむことで影の戦士を発動して、敵がこちらを見失った隙にスニークアタックを決めるというテクニックもあるのですが、吸血鬼の位牌を食べるという対処法もおすすめです。短時間透明になれるので影の戦士と似たような使い方ができます。操作が簡単だし効果時間も長いので使い勝手はこちらの方が上です。吸血鬼が確実に持ってるので見かけるたびに倒していけば数は自然と集まると思います。
というわけで脳筋暗殺者の作り方の紹介でした。難易度レジェンダリー単装強化なしのスニークアタックでも補正を揃えればほとんどの敵を一撃で倒すことが可能です。さらに今回のビルドの場合両手パワーアタックを使用することで快適さも増しているので、良ければあなたも脳筋暗殺者を作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。